もうすっごい多分怒られる。お前汚いって言われると思う。フランスで多分もう住めないと思う。こんにちは、フランです。みんなどう元気？私は元気。日本とフランスはすごいなんか違うでしょ？で、今までちょっと何回もそういうフランスと違うさの話したけど、今日はまだ言ったことないことをちょっと話しようと思って、11年ぐらい日本にいるなってるですね。フランスで多分もう住めないと思う。で、その中でいろんな理由あるけど、もちろんフランスのいいところと悪いところある。日本も悪いところといいところあるけど、バランスとして、日本しか住みたくないなって思ってる話したことないことをちょっと話しようと思います。みんなもしまだ登録してないね、ちょっと先に登録お願いします。集計見てたらね、結構95% ぐらいのみんなまだ見てる、私のビデオ見てる人たちは、登録してない。からもしみんな今見てる人たちに登録できたら嬉しいです。はい。じゃあ始まるね。今もね、ちょっと最近寒いなってきて、どんどん冬来るやん。日本でいつもの毎年そうけど、なんか冬ちょっとどんどん来たらとか、秋来たらとか冬来たらなんかちょっと鍋時期や始まるじゃないですか。なんか。別に好きやな。別に鍋は美味しいけど、フランスは鍋じゃなくてラクレットですよ。ラクレットの時期になるんですよ。で、ラクレットはみんな言葉してると思うけど、ラクレットっていうは、2つ食べ方ある。お店の食べ方と、家での食べ方で、お店行ったら大きいのチーズの半分持ってマシンに入れて、あったかいのやつあって溶けるチーズにお皿に入れるっていう一つやり方けど、フランスの家の中でもみんなラクレットする。で、それなんかマッシュになるんですよ。例えば持ってたやつは丸いやつで、たこ焼きって感じやな。みんな一緒に行って作りながら食べるっていうですね。で、あそこはなんていうちっちゃいプレートあるんですよ。三角みたいなやつでチーズ入れて、いろいろ入れるですね。なんかポテト入れたりとか、ハムとか、もうピクラスとかいろいろ入れて焼く。で、焼いたら自分の皿に入れて、で、食べて、新しいを準備して作って、焼いてる間に食べてっていう、ラクレットですね。ちょっと写真入れるけど、冬一番人気。3週間1回ぐらいかな。やると思うね。友達と一緒にとか、家族と一緒にとか。で、自分もアルプスで、フランスのアルプスで仕事してたから、スイスとかの近く。で、アルプスの方でサフワとオーツサワーというところに行ってて、あそこは人気あったですね。フォンジュとか、ダーティフレットとか、ラクレットとか。結構人気あったから、たっぷり食べて大好きです。でもすっごい重たい。家でラクレットしたら、すっごい臭いなる。で、毎回はフランスの挨拶の話したけど、もう今回はもう話しない。フランスの挨拶大変で、友達のおばあちゃんの注意することは話しない。はい、もう一つのポイントはやっぱり家で靴について、日本あったらなんかもう当たり前靴なしで家に入るけど、エントランスもそういうなんか形になってるな基本。けどフランスはない。子供の時とか若い時で、チネッチとからへんですごい覚えてるけど、お母さんは靴で入るすごい嫌だったけど、みんな外してって言ってるのに、私は外してたけど、お兄さんの方を外してなくて、結局家汚いなるですよ。で、汚いなって次は自分で入って靴なしで汚いになるですよ。っていうちょっと変な全員守らないとうまくいかない。フランスでよくみんな犬のうんちは踏むですよ。汚いからいろんなところで。踏むこと多いから靴にうんちついてることは結構ある。で、何回も覚えてあるけど、家帰って自分の部屋に入って、お兄さんなんか自分の部屋になんか遊んでるなんかゲームしてるとかあるけど、すっごい臭いと思って靴の確認したらうんちついてたとか、すっごい嫌ですよ。めっちゃ嫌だったな、それ。で、結局喧嘩なるとか、もうなんか、もうめんどくさいことなる。あとはベッドの中でも靴で入ることを結構ある。そこら辺すっごい汚い今と思うけど、昔嫌だったけど、そこまでもなんかよくあることってやったな。いや、そこら辺すごい違うで、多分フランスで行くとか、フランスに住みに行く例えばあったら、もうそのルールはめっちゃ強くにする。もう家で靴絶対嫌。例えばおもてなし、ホテル会社なんかで仕事してるけど、やっぱりおもてなしは全然違うね。フランスと日本。日本のおもてなしのレベルは高い。めちゃくちゃ高い。スタッフの気持ち、なんか遠慮するもお客さんのためになんかもう仕事中しっかりやってる。けどフランスはお店によるとか人によるを対応違うなるんで、一緒の店なのにスタッフによっても対応違うし、いい対応してくれるスタッフの気分の関係もある。大体はうまくやってるけど、その日気分悪かったらなんか悪い対応されるとかもことあるんで、そこら辺は結構違う。場所によるけど、お客さんそんなに大事にしてない。で、私
フランスで仕事してたのなんかホテルの、マネージャー、まあ、ディレクターな感じだったけど、そのマネージャーを、女性だったね。ですごいなんか激しいなマネージャーだったな。もうスタッフにとしても、で、お客さんにとしても。だから全然お客さんと喧嘩することもしてたし、全然遠慮しない、全然我慢してない。もう壁殴るとか。私は辞めた後けど聞いたそのお客さんと喧嘩して階段に落ちたっていう。最後聞いたけど、日本で聞いたことないな。ナストリは結構フランスにある。お客さんのためにもう頑張るさはちょっと違った。いるよ、たまになんか、いやいや、絶対お客さん間違えてるけど、そんな直接言わないやんか。もうちょっとこっちは我慢して、まあしょうがないお客さんから、結局こっち悪くないけど謝るって終わらせるみたい。けど、フランスはそれない。もう間違えたらって思ったら、もう戦う。いや、お前違うよみたい。って言ってバーンって喧嘩するから、まあ俺喧嘩なすごい面倒いと思うから、静かの方が好きですよ。フランスと日本の乾杯の言い方、まあ、違うけどフランスの乾杯っていうのを言い方してるみんな。2つの言い方ある。1つはサンテっていう。サンテは健康、ずっと健康しましょうみたいな。お酒飲みながらちょっと変けど、まあそういう言ってるけど、もう1つの言い方はチンチン。日本人だけ行ったところでなんか乾杯しようなってたら、じゃあフランスの乾杯してって言われたらチンチンって大きい声で言ったら、すっげえなんかみんなの顔、なんか変なこと言ったなって分かった。あとはタバコ。フランスと日本のタバコについて結構違うですね。まあ料金もめっちゃフランスの方が高いけど、フランス人はヘビースモーカーと思うんですね。まあ男はみんなもうタバコを吸うもおかしくないし、女性の方もタバコを吸うはフランスでは普通。子供をタバコ吸うもおかしくない。まあ子供っていうナンスのもう16歳とか15、16、17とか18。フランスはもう20歳は18けど、でも16歳でもタバコ吸うもそんなおかしくない。日本に違う。日本でなんかまあわかんないけど、女性のタバコ吸うのなんかイメージは悪いある。イメージは感じる。で、その20歳はないなんかまあダメですね。これはもう警察関係はなっていくですね。その16歳のタバコ吸ってたらとか。けどフランスはタバコ吸ったらあかんわって書いてないけど、その18歳ないとタバコ買うはダメっていうところあるんですよ。買うだけはダメですよ。吸は OK。実はそのタバコ屋さん行って毎回確認されてないですね。まあ誰でも大人18歳の友達頼んででも買うし、高校生の時ですね。こちら15歳、の時タバコ吸ってたけど、その5、15、10、そうだね、15とか16歳の時は高校の中でもタバコ吸ってでもいいな状況になってたんですよ。だから学校の中でその休憩ある外なんか休憩ある場所とか、そのビルとビルの間にその移動するあるやんか。で10時になったらみんな休憩する。10時になってみんな下行ってタバコ吸ってたんですよ。で学校の中に普通に灰皿あったんですよ。でライターない時は先生にライターちょうだいとかっていう。自分はその先生にライターをもらったことあるんですよ。で、多分16か17年忘れたけど、そこら辺はなんかルール変えて、学校の中ではタバコ吸ったらあかんなって、みんなはその学校の前に吸いに行った。今考えたらとか、その日本でも見たら、すっごいなんか違う、すごいなんか、やなって思うな、そこら辺。日本で私関西いるから奈良に鹿いっぱいいるでしょ。鹿。かわいい。いっぱいいる。自由でなんかもう触れるとか、ご飯もあげるとか、かわいいな。パリはハートある。ハート。いっぱいいる。ご飯をあげる。パンは投げて。いっぱいいる。可愛くない。で、うんちいっぱいする。人に、毎日。あとはね、箸、シャープステーキ。箸、でバゲッツ。本当にな、お箸はすっげえ便利。好き。俺お箸使って食べるめっちゃ好きんで、なんていうのはもうお箸使うってことをもう一口になってるんですよ。だから一口のサイズはもう全部なって、もう食べるだけ。けどフランスだったら、家の普通行ったらみんなをお皿とナイフ、フォーク割る。で、多分ステーキ作ったらもうステーキそのまま作って、で、お皿に来て、で、自分で戦って切って食べるんですよ。子供の時とかそのナイフそんなになんか強いナイフじゃないですよ。でもみんなそのままにもらって自分で切るんですよ。けど切らへんやんか。で肉めっちゃ硬いやんか。全然ずっと切らへん。そのお箸の話けど、すごいなんか、全部つながっていいと思う。フランスのご飯を長くなってるはちょっと一つの関係してると思う。全部切らなあかん。フランス帰ったら多分怒られると思うけど、パスタはもうお箸しかで食べたくないですよ。もうフォークでも食べれないと思う。しょうがないったら食べるけど、お箸で食べる好きになっていきたいですよ。
パスタをラーメンと一緒の食べ方になってしまった。で、別に俺それ好き、別にいいけど、フランスに行ったら、そのパスタ、お箸でパスタ食べてで、音をするやったら、もうすっごい多分怒られるんですよ。お前汚いって言われると思う。けど、この食べ方好き。これでいいと思う。パスタお箸で食べさせていつもどう思ったみんな。本当にな、そのフランスと日本の違うさの話、考えたらすごいいっぱいあるから、なんか面白い話ないつもと思う。で、みんなの意見もらっていつも面白いんで、今回もみんなコメントの中でね、教えてね、その意見。楽しみに読んでるいつも。まあみんな見てくれてありがとうございます。でもしまだ登録してないみんな登録お願いしますね。Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.